我が家の真の闇っていうかもうマジふざけんなですよ。なんでプロが家にいるのにこのしょぼい家を選んだんだ、頭金なしでみたいな。脂肪をくれ、なんぼのもんじゃい、仕組みできてるっつうの。純子先生もう知ってないわけねえんだよ、ふざけんなよ。誰一人片付けができないんですね。くさー、リンダリンダ。いいね、画角はいいね。こんにちは。ニュースの時間です。今からお菓子を食べる YouTube をします。いらっしゃい。元気だった？久しぶりじゃん。どうしてんの最近。ちょっと待って、その前になんか飲もっか。何がいい？今甘酒にハマってんだよね。ホットね。甘酒ホットにハマってんの。飲むよね。+3ね。砂糖が入ってなくて自然な甘さですごい美味しいのよこれ。飲むよね。当然飲むよね。オッケー。めちゃめちゃグツグツしてた。沸騰しちゃった。ごめん、温めすぎて沸騰しちゃったこれ。グツグツしてる。ごめんね。沸騰甘酒で。どうぞどうぞ、沸騰甘酒飲んで。はい、てな感じでですね。雑談会始まりました。前回の動画で雑談のネタをね募集したところ、なんと60何件のネタが集まりまして、その10個のカテゴリーに分けてねお話ししようかなって思います。1個目どうしようかな。最初じゃあまず友達っていう体だからタメ口にしてもいいですかね。今日はいいかな。いいと思う。 OK。 じゃあタメ口でいくわ今日は。乾杯。ちょっと甘酒飲ましてはい、うまいこの甘酒。そしてですね、集まったお菓子、質問が62じゃないわ、お菓子が62だ。質問の数がですね 100件超えてまして、全然違うこと言ってた。100件を超えまして誠にありがとうございます。たくさんのネタをお寄せいただき感謝でございます。そしてですね、好きなお菓子書いてって言ったじゃないですか。バラエティに富んだお菓子たちが集まりましてね、まさかそんなにねお菓子の種類が集まると思わなかったんで、さっきもびっくらこいてスーパーを駆け回って買ってきたんですけど、ちょっと60種類はごめんなさいでしたすいません、買えませんでした。お菓子がすごく面白くて、皆さんの一覧にまとめましたのでどうぞ。こちらです。ずらー。その中で見事ダントツ1位の票を獲得したのがこちらでん、ロッテのチョコパイだ。みんな大好きチョコパイだ。後ろのメモとうちでも孫をことなき第1位の人気はこれですよ。チョコパイなんです。これいいね。このままプレゼントできる感じになってるんで、60種類の中から厳選して独断で買わせていただきました。それでもですね、買い物かごいっぱいのお菓子を、いっぱいでもないか結構ある。最初ね置いといたらね、このようにハイエナたちに食べられてしまい、これも十分にも開けて食べられてたの。まあゆっくりしてってよ、お菓子買ったからね。なら最初に質問いきまちょっか。質問コーナーいきまちょっか。この質問っていうのが一番ですね多くて、コメントまとめたやつ、質問のカテゴリーが一番多くてずらーってこんだけあります。今お菓子の話してたんでちょうどいいやつある。あきさんの好きなお菓子は何ですか？第1位と2位がちょうどここにあるんで、秋の好きなお菓子第1位発表します。でん、クッピーラムネいやー、子供かていいじゃない。子供でもね、これはマジで子供の頃から不動の1位、秋の中で不動の1位を誇っている
うずっと君臨してます。1位にクッピーラムネです。クッピーラムネも死ぬほど好きですね。それでですね普通に敬語になっちゃうな。敬語になっちまうな。これこだわりの食べ方があるんですよ。こだわりの食べ方があるのね。開けます。1粒か2粒ずついくじゃないですか。くださいっていう人にあげたりとかして食べるっつって。これはやっぱストレス度合いにもよるんだけど、ストレスが溜まりまくってる時はもうこう開けてこのままこう一瞬で口に放り込むのが好きです。クッピーラムネを。はい。そして不動の2位。ハッピーターン。ハッピーターンです。はい、そしてですねしれっと服変わってますけど先ほどの動画を撮ってたらもう長女と次女がもううるさすぎてもう無理だなって判断して止めまして、日付変わってます。はい、今日もいっぱい喋ろうねやっぱ子供がいる時には撮れませんね。今一人だからゆっくり話そう。ゆっくり。ちなみにですね、続き好きなお菓子第3位はこれです。はい、ストロングサワークリームオニオン。うまいよねこれ。続いていってみましょう。続いては今ハマっている趣味、推し活、習い事。ハマってる趣味、推し活、習い事。なんかキラキラした響きだわ。趣味、推し活、習い事とか。そうね、私推しができづらいんだよね。そういう人いるよね。なんか推しできやすい人とできにくい人っていると思うんだけど、いるとしたらできにくい人だから、もちろん大人になってからだけど、小学校の時はね、ピピピピやめてほしいな。なんださっきからこの人一生ピピピピなってんのよ。ちょっとなんか奥深く埋めとこう。クッション上に置いて毛布かぶせといた。推しがいたのは小学生ぐらいですかね。小学校の時の光源氏の諸星のカーくんぐらいですかね懐かしいカーくん言うて、その世代だよね我々同世代の人カーくん推してたよね。はい、中学校の時はビーズが好きでしたね。ビーズ、稲葉さんで、高校の時はバンドを始めたのでユニコーンっていうバンドにハマって奥田民生が好きでした。ずっとそっからいないですね。推しがいたことない。ハマってる趣味か。1個あるんですよ。ハマってる趣味2年ぐらい前からずっとハマってるんですけど、割とブレずにハマってるんですよね。動画編集ですこれが趣味。いやって思うかもしれないけど、ハマるともうそれしかやんないんだよね本当にバカみたいに。それぐらいハマってます。動画編集に関しては。 YouTube もね、YouTube 活動、動画編集ありきなのかもしれない。動画編集しなくていい YouTuber には多分なれないと思います。つまんないね、他にないんかいってここ2年は本当にマジでそれしかない。秋には。でその前はパートとかしてた時代はの趣味は間違いなくキャンプですね。キャンプにめっちゃハマってた。いくら使っただろうキャンプに。だから今も行くけど延長、細々とねその趣味は続いてるんだけど、キャンプは今も大好き。インスタのキャンプアカもあるの。2年ぐらいログインしてないけど放置どうなってんだろう、分かんない。ログインもできないと思う。多分こんな感じかな、推しとか趣味とかは。次、あきちゃんの部屋は2階ですか？公開したことあるのかな2階の私の寝室は公開ちゃんとはしてないですね。我が家の真の闇っていうか人様にマジでお見せできる状況じゃないんですよね。闇が深すぎて。でもいつかはする、いつかはするつもりだけど別にもったいぶってるわけでも何でもなく、本当に見せたくないんだよ。見せたくないでしょ寝室当たり前かそんなことないか。綺麗にしてれば別に見せたいか。いやなんだろうね、ここまでお部屋を晒しといて言うのもなんだけど、
それでも寝室だけは見せたくないっていう謎のね謎のねブレーキがかかってるのよね、この心の中に。ルームツアーしてほしいですって言ってくれてる人が結構いました。はい、ルマンドが好きです。ルマンドあります。バラエティパックからのルマンド。大人になってくるんだろう。どうぞルマンドでございます。ミニ可愛いね。これ質問っていうかなんだツッコミかもしれない。食洗機での食器の並べ方、あれで洗えているのでしょうかっていうコメントいただきましたね。思うよね。わかる。私もいつも並べながらこれで洗えるんかいって思ってるもん。まず詰め込みすぎなんだよね。一気に洗おうとしすぎ。そしてこまごま洗えばいいものを一発で決めようとしすぎなんですよ。それは秋の悪いところですね。まあでもそれはさておき、あれで洗えているのかっていうことなんだけど、洗えてるんだよ洗えてるんですよ。やんちゃなツッコミ方でも9割方洗えてて、で5回に1回ぐらいかな、1個2個ちょっとまずった置き方まずったみたいな時があって洗えてないことあるんだけど、しまう時にちゃんと一枚一枚チェックはしてるので、汚いお皿使いたくないから一応チェックはしてて、綺麗綺麗っていうなんていうの、そのバランスでやらせてもってますやらせてもってます。詰め込み方で5回に1回1枚汚い皿が出るぐらいだったらあれでいいやっていうことです。はい、それでね、毎回汚い皿が出てたら考えますよ、秋もね。だけど5回に1回たまにですよ、洗えてないの。だからまあいいやあれでってなってなってます。多分ね、おみ入れの洗浄力がね跳ねえんだと思います。はい、見てみたいんだよな一回。なんかないかな、そういう動画おみ入れ洗浄中の中の様子の動画とかないかな。あったらめちゃくちゃ見たい。だってあんな置き方して綺麗になるんだよ。どういうことって秋も知りたいです。それはちょっとの隙間開けとけばめっちゃ綺麗になってるんだよね。ないね、そんな動画見たかったな、中の様子。はい、ちょっとおみ入れ勢の皆様、援護射撃お願いします。綺麗になるよね。雑な入れ方しても綺麗になるよね。次、整わない方の動画ってあらかじめこんなストーリーにしようっていう感じで撮り始めるのでしょうか、それとも撮ってから適当にまとめ上げるのか。いつもすごいオチまであってネタなのかと思ったりするのですが、そこは企業秘密ですかね。好きなお菓子甘納豆アーモンドチョコありがとうございます。ください。甘納豆アーモンドチョコご用意できませんでした。すいません。近いものあるかな。チョコ、はい、どうぞストーリーにしようって感じで撮り始めるわけではございません。もちろん例えばお片付けだったらお片付け動画にしようと思ってお片付けの様子を撮ります。はい、撮るんですけど、どんな動画になるかその時点で全く考えてないんですよ。つまり撮ってから適当にまとめ上げてますなるようになれって感じで毎回やってます。で、オチがある件についてなんですけど、そうですよね。確かにあそこまで綺麗なオチがあったらこれは絶対ネタだなって思いますよね。思うだろうなって思いながら毎回編集してるんですけど、前回のユニバの片付けのやつで最後のオチとしてモヘジが釣りを始めたやつに関してはもう全く仕込んでないですし、あれはモヘジが勝手に起こした本当に自然現象って言いますか私が一番びっくり、なんで和室で釣りしてんのっていう、もう私の純粋な驚きを皆さんにお伝えしたかった。そしてそれがたまたまオチの部分であったっていうだけですね。もし片付けの途中で現象が起こってたらオチになってなかったと思います。あれはなんか途中で変なことあったなみたいな。だからその動画的にはモヘジナイスプレーって感じになるんだと思うけど、主婦秋としてはもうマジふざけんなですよ本当にあんたのために片付けたんちゃうでっていう、もうそれが言いたいだけですね、私は。図工ですよ本当。だから我が家そういうことが起こりやすいんで、なぜか YouTube 向きかなとは思いますね我が家の存在的にね、もちろんなんか例えば全然前世じゃなくて前回ぐらいのDIY 会あったじゃないですか。ストレス解消会か。あれもめちゃくちゃ綺麗なオチがあったと思うんです。
長男の授業参観のために自転車を直して3日かけて、でその3日目に直ったって喜んでたら長男が帰ってきて「お母さん今日授業参観なんで来なかったの?」っていうところで落ちっていう感じだったんですけど、あれは一個一個の DIY はねもうそれ前後はしてる、それぐらいの操作はしてますけど、一個一個は全部本当っていうか、その長男のなんで来なかったのを一番最後に持ってきたっていう、これはオチにしたら綺麗に収まるなと思ったから一番最後に持ってきたけど、ドアを直したのは授業参観のだいぶ後だしとか、そういう入れ替えは常にしてるけど、時系列のね、その長男がたまたま帰ってきた時にねカメラを回してるわけがないんで、それは再現はしてるけど、部分はねちょっと時のまんま言ってセリフって言って、セリフとかは本当に言ったまんま言ってもらってるし、長男もすごい厳しいんですよ、あの人。なんかそういう嘘は良くないとか正義感をね振りかざしてくるタイプなんですよ。まだ若いんでねその時は本当のことだからいいじゃんって言って、本当にあの時言ったまま言ってくれればいいじゃんって言って説得して撮影に参加してもらいましたっていう、後から再現 V みたいなことはやるけど、その内容をね変えたり内容を作ったりはしてないですね、今んとこね。作ることもあるかもしれないけど、本当のあたかも本当のことのように作ることは多分しない、作ってんなって分かる感じで作ると思う。作るなら全然企業秘密じゃないね、こんなにベラベラ喋ってるんで企業秘密ではないし、そんな大層なものではございません。はい、逆に計画してやるってことをねしてみたいですね、一回ね。計画してやる企画もあります秋の頭の中にはあるんですよ。あれあれとこれ作りたいなっていう、頭の中の台本に沿って撮影するっていうのも企画3つぐらい今あります。温めてますので楽しみに。質問です。電気工事士技能試験は難しかったですか？あきさんと同じく40代なのですが、試験に挑戦する姿を見てすごいと思いました。ありがとうございます。難しかったかどうかで言うとそんな難しくなかったと思う、技能試験だもんね。技能試験より筆記の方が大変だったと思う。暗記しなきゃいけないから。技能試験は楽しかったです。図工の時間がずっと続いてるみたいな、そんな感じ。でも多分今のこの手だったら受けれてなかったから早く受けといてよかったかなって思うすごいギーとか言ってやるし、力が結構いるよね、技能試験は。じゃーん、これだ。見てくれ、この電線たちを死闘の後だ。皮剥いでつなげてとか、ひたすら技能試験で出る問題ってもう発表されてるの、あらかじめ13問の中からこのうちからどれか1つが出ますよって感じだから、つまり13個覚えとけば絶対合格できるの。簡単じゃない？その代わり1個でも施工不良間違ってるとこがあると落ちるけど割とギャンブルなんだけど、正解が分かってる、あらかじめ分かってる試験と思えば簡単だよね。私 4,5 年前に保育士の試験を受けたんですよ突然何を言い出すかって感じだと思うんだけど、なんか資格取りたいっていう気分に駆られて、3人ね、子供が3人できたのであかん手に職と思って保育士取りたいってなって、半年勉強して保育士の試験受かったんですよ。そっちの方がよほど大変でした。だから電気工事士はおすすめ、みんな受けよう。今のお家を購入する時の条件や決め手はありましたか？なるほど。カラムーチョ、奇遇だね。秋の好きなお菓子第4位カラムーチョです。カラムーチョ大好き。辛いものやっぱ大好きなんですよ。 DIY の方で昔ね質問コーナーやったことあって、その時も答えてるんですけど、1回我が家、当時そんなにお金がなかったんで、まず買える家を探すのが大変で貯金も全然してなかったから、2人とも頭金なしでみたいな条件とか言ってる場合ではなかったんだよね。とにかく買える家みたいな感じで探してて、もちろんね安ければいいってもんでもなかった。そう確かにもう本当今思えばいい時代だったなって思うんだけど、たった11年ぐらいしか経ってないけど、めちゃくちゃ安い家が乱立してたんだよね、その当時。建て売りがね、中古買うよりよっぽど安い新築がねいっぱいあったの。いや今じゃちょっと考えられない値段のね、なんでこんな家って値上がりしたんだろうって。
1000万ぐらい多分プラスになるんじゃないかな、この同じ家買おうと思っても。違う決め手はやっぱり日当たり悪すぎるのはあんまり良くない、気持ち的に良くない。あんまりもう時代の流れ的に日当たりとか気にしない人の方が多いかもしれないんですけど、今都会の3階建てとかも2階リビングとかにすればいいし、ここは都会じゃないからそこそこ田舎で、ど田舎ではない、そこそこな田舎なので、日当たりはちょっと求めてた。日が当たりすぎるのもどうかっていう論争もあると思うんだけど、当たりすぎるものは遮りゃいいじゃんっていう考え方で、でもないものは絶対に取り入れられないじゃん。日当たりがあるものは遮ればいいけど、求めた時にもともと日当たりがなければどうしようもないっていうか、どうしようもないじゃん。だからあった方が得だなって思ったんだよね。暑すぎたら暑すぎた時になんかね、また対策すればいいじゃんって思った。車を縦列じゃなくて並列に止めたかった、どうしても。これは譲れなかったと、一生住むんだったら何分時間を損するのって思っちゃったんだよこの作業に面倒くさがりだから、やっぱり縦列よりは並列、いつでもこうお互いいつでも好きな時に出入りできる。あとは一番は周りの道路の交通量の多さだね。でっかい道路沿いとかはもう NG。 子供がちっちゃかったから、玄関から子供がパーンって飛び出して、そこにパーンって車が来ないような立地。あと庭でバーベキューがしたかったちょっとしたバーベキューがしたかった。他の家との距離とかもくっつきすぎてたらバーベキューできないなって、その全ての条件が奇跡的に揃ったのがこここじらせハウスなんです。今ね、もし今家買うってなったらまた条件が全然変わってくると思う。子供も大きくなったし、よくね、なんで建築士とかプロが家にいるのにこのねしょぼい家を選んだんだみたいな、不思議でしょうがないみたいなコメントが来るんですけど真髄をついたコメントがたまに来るんですけど、もへじとも言ってるんですけど、この家最高だよねって言ってるんですよコスパだけじゃないの。これは強がりでも何でもなく、10年何の問題もなく住めてる。まず安いのにコスパは見え隠れしてるけど、そんな手抜き工事的な感じは今まで見受けられないから、ちゃんとお値段なりの仕事をねしてくれてる。はい、何の不満もないです。何の不満もなかったらなんでこんな必死で DIY してんのって話だけど、おかしいよねっていうことね。不満はあるよ。内装には不満だらけだけど、建物のこう価値とか建て方とかコストのかけ方に対してこちらが払った金額が非常に見合ってるっていうか、良い買い物したねって言ってます。未だに。例えば頑張ってね、土地買って立派な注文住宅建ててたとしましょう。その当時にね、したら多分プラス3000万ぐらいいってたと思うんですよ。それぐらい安いんですよこの家。プラス3000万だと、最低でも生涯で支払う金額が3000万増えてたとしたら、きつくないきつくないかと思って。大金だよ3000万は。その3000万が浮いたからこそ、多分こうして3人目もね、何の不自由なく育てていけてると思うんですよ今。やっぱり家にお金かけてなくて正解だったなとは思う。まだわかんないけどね、来年崩れるかもしれないしドカーンって崩れるかもしれないし、それはわかんないけど、今のとこそう思う。それぞれの中にそれぞれの正解があっていいと思うんです。はい、いいこと言ったな。たくさんある家事の中で何が一番嫌いですか？これは熱くなりそうだ、この論争は。私はほとんど嫌いですけど、やっぱり掃除が一番苦手です。仲間。すぐホコリまみれになるのにガシャポンとか飾りたくなっちゃう。虫が苦手なのでキッチンだけは毎日頑張ってます。粒組です。粒組ないからハリボーで、ちょっとねハードだけど頑張って噛んで食べてね。可愛いな、可愛い奥さんなんだろうな。奥さんとかで結婚してるって決めつけちゃった。しまった、結婚してるとかどこにも書いてないわ。家事の中で何が一番嫌いですか？はい、来ました。トイレ掃除です料理ちゃうんかいって。いや、料理嫌いです、嫌いですけど、毎日じゃん料理って。そういう頻度的な話もあるよね。嫌い度で言ったらトイレの方が断然上。キッチンじゃないよ、料理がこれぐらいだとしても料理は毎日しなきゃいけないから、これぐらい嫌いなことを毎日し続けなきゃいけないっていうところも含めて、料理がトップに君臨しているんですよ。トイレ掃除毎日しないよね
毎日しない体で今普通にベラベラ喋ってたけど、この人毎日してないのって思われてたらどうしようむずいなこの雑談会。まあいっか。じゃあ毎日してないんですよはい。毎日するチャレンジをしてた時もあるんですよ。2ヶ月できた。2ヶ月間毎日トイレ掃除できてた時があるやっぱりでもね無理。毎日してれば薄れるトイレに対する嫌悪感は絶対だって綺麗なんだから毎日してるからね。でもそれ続けるのが困難です。2ヶ月で限界でした。そのトイレ掃除がまあマックス嫌いなんだけどちょっとで料理嫌いなんだけど影のね裏ボスみたいな存在の家事があるんですよ。秋にとってこれめっちゃ嫌いなんだけど、うちはそんな1年に数回しかやらないけど布団のカバー替えです。本当は一番嫌いなの。本当マジであれ嫌いです。剥がして、剥がすのはまあいいですよ。はめる時がね嫌いなんだよね。四隅を結ぶかけたら違う場所だったとか言ってまた直してとかやってるとイライラしてきてキーってなるからめっちゃ布団のカバーがけが嫌いです。誰かやってあれだけやりに来て。布団をねのカバーを洗う頻度がね少ないのもそれが原因なのよ。掛け替えつけるのが嫌だから洗いたくないと思ってこの前ニトリに行ったらカバーが必要ない布団っていうのが売ってて何と思って買いました冬用のねふかふかのカバーをね1個買おうと思ってニトリのやつってボタンでカチッ縛らなくていいボタンでカチッってやるやつだからまだねちょっとストレスが減るじゃんボタンだからと思ってニトリのやつ使ってるんだけどそれを買いに行ったらその冬用のふわふわの毛布にもなる布団カバーみたいなやつあれを買いに行ったらそれが4990円かなんかでこれと思って手に持ってたら隣に5990円でその同じふわふわでシーツのいらない布団が売ってたの。と思ってこれでいいじゃんと思ってなんで今までシーツをかけてたんだ私はって思ってシーツっていうか布団カバーをかけてたんだってなってその布団カバーをパンって放り投げてはないけどちょっと戻して布団カバーのいらない布団を買って帰りました。これですこれだからこれを洗う時はもうこれごと洗わなきゃいけないですその代わり。ただちょっと真冬には寒いかもしれない。ちょっと薄め。今のところまだ全然寒くないみたい。 YouTube で登録してるチャンネルどんなんある？あとメンシップ登録してるのもある？これがリコだ。あきさんの好きな YouTuber 教えてください。登録してるチャンネルね。登録してるチャンネル多分いっぱいあるんだけどほとんど見てないっていうか好きな YouTuber は前から言ってるけどキャブヘイさんとウケツさんです、はい、好きな YouTuber って聞かれて答えれるぐらい好きなのはそのキャブヘイさんとウケツさんですね。めっちゃ好き。ただ2人とも動画を出してないんですよ全然。多分1年に1本ぐらいかな出しててキャブヘイ兄さんに至っては全然多分メンバーシップ動画ぐらいしか出してないんじゃないかな。でもね出たらねすごい100万回再生とかいくからみんな待ってるんだよキャブヘイ兄貴のことを兄貴動画出してください。キャブヘイさんはバイクとキャンプの人なんだけどバイクはそんな興味ないんだけどキャンパーだから趣味がキャンプだった時代に好きになったキャブヘイさんは。無血さんは前から知ってたな。変な家から知ってた。あとウケツさんはもうすぐお正月じゃないですか。おせち動画をね毎年出してくれるからめっちゃ楽しみにしてる今ウケツさんの今年キャンプをねお正月毎年キャンプ行ってたんだけど今年は行けなくなっちゃったんですよ。キャンセルしたの年越しキャンプをだからウケツさんのねおせち動画を楽しみにねお正月を迎えたいと思います。去年のセッチ空蔵でね爆笑させてもらってねお正月にね今年は何が出るのかな楽しみだな。DIY チャンネルねあんま見ないんですよ調べたい時に見る感じですかねツールとして。やっぱり、ね、自分がこう発信してるジャンルのものってあんま見ないですよね。他の人は知らないけど、見ないんですよ。
影響されるのが嫌なんですよこれ YouTuber としてはダメな考え方だと思うんだけど、人に影響されるのが嫌なのよ。影響されやすいからかな、多分逆に。もちろん参考にすることは全然多々あるんだけど、この動画の作り方とかが影響されちゃうのが嫌なんですよ。であともちろん週末ビフォーアフターも好きです。 YouTuber としても尊敬してますよ。あんな毎回あんなとてつもない再生数を叩き出し、純子先生で、ここで純子先生の名前出たから純子先生コーナー行ってみるか。純子先生っていうカテゴリーがあるんですよ動画出すたびに古方先生にお願いしてみては、純子先生に頼みましょう、純子みたいな来るんですよ、コメントがねいただくんで。純子先生だけでこんだけあります。全部読んでみようか。収納や動線に問題あるのかな。一度純子先生に頼んでみては。2人の絡みも見てみたいです。いつか古方先生に依頼してほしい。古方先生にタジタジになるモヘヤンみたいタジタジになるだろうな。攻めまくってほしいな、純子先生には。あきさん、古方先生の動画見たことありますか。ズボラほどあれ見るの楽しいですよ。純子とコラボして。もう愛されてるな、純子先生。週末ビフォーアフターの古方さんに依頼して収納の仕組みを作ってもらったらいいのになんて勝手に思ってます。古方さん、私もコラボしてほしい。一度でいいので古方先生の YouTube 見てほしいです。その大きな衣装ケースは僕の方が取り出せなくなってますます物が増えていくと思いますですよね耳が痛い、耳が。週末ビフォーアフターとコラボしてほしい。私も週末ビフォーアフターのコラボが成り立ったら面白いと思うけど、どうでしょう。カルビーポテトチップスコンソメ味が好きです。チョコパイ。独断と偏見により幸せバターにしました。みんな純子ってどんだけ純子先生好きなんですか。本当になんぼのもんじゃい。収納の仕組みできてるっつうの。純子に頼まなくてもできるしね、あきこにもできるしね。そんなん申し訳ございません嘘です、申し訳ございません、できません。純子先生はい好きに決まってるじゃん、純子先生好きって言うとるじゃん。だからこれ買っちゃうぐらい好きじゃん。コラボってね、簡単に言いますけど、コラボっていうのはね、お互いのねコラボっていうのはね、お互いのこのコラボってお互いがねウィンウィンにならないと成立しないと思うんですよ。何のメリットもないと思うんですよ純子先生にとってはね。こじらせハウスとコラボしたってこんな弱小チャンネルとしていただけたらね、死ぬほど嬉しいですけど、まあそれは無理だと思うので、もし成り立つとしたら、アキがね普通に応募して選ばれてって感じでちゃんとお金を払ってねやってもらうっていうのならありえるかもしれない、でもね高いんでしょ。一度見てほしいです。見たことありますよ3個ぐらいしか見たことないかな。ちゃんとあんまり出たら絶対見るって感じではないです。はい、すいません。やっぱりねガチのお片付け大嫌い人間は多分ね見たくないんですよ、片付け動画をなんでだろう、なんかプレッシャーに感じてしまうんですよ。ガチの人から言わせていただくと、見るとやらなきゃいけないなっていうこのプレッシャーつらいからやっぱ避けてしまうんですよね。結構心に余裕になる時じゃないと見れないななんかもう言われてること全部自分に言われてるみたいに辛い。なんか上の人ってさ、外界からのさ接触を嫌うじゃん。もうほっといてくれよみたいな感じになるじゃん。ああいう感じですもうああいう多分心理状況です。こっちが勝手に見てるだけなんだけど、ほっといてくれよっていう気持ちになっちゃうんだよね、見てると。だからちょっとね辛いんだよね。やる気になった時に見るようにちょっと撮っといてます。はい。あとね、ミニマリスト渋さんもよく言われます。その後めまいは大丈夫ですか。めまいは治ってます。めまいは寛解っていうか治ってますね。めまいがあったんですよ。夏作業してて
超酷暑の中ね作業して水をガブ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 飲んでたんですけど、水っていうかポカリを飲んでたんですけど、そんな過酷な作業をしてる中ねめまいでぶっ倒れまして、ちょっと作業がねしばらくできなくなったってことで病院で出されたのがこちらの漢方ですね。五苓散。これを飲んだところもめちゃくちゃ即効性があって、これ飲んでからほぼほぼめまい出なくなりました。これは体のねむくみを取る漢方。体の中に余分な水分がね排出できない水分が溜まりがちな人が体がむくむんだけど、耳周辺がむくむことでめまいって起きるんだって。水毒っていう状態らしい。水が滞るっていう体質の人にめちゃくちゃ効く漢方で、これを飲むことによってその水分が排出されて本当にピタッとめまいが収まりました。私のめまいの原因は完全に水毒だったっていうことが分かりましたね。水分を取りすぎちゃダメな人間でした。はい。にもかかわらず暑かったからガブガブ飲んだ結果めまいがね起こっちゃったっていうことです。はい。めまいが治ったと思ったら、あきさん手は大丈夫？大丈夫と大手を振って言える状態ではないですね。見ての通り大悟になってますから。ウィッシュ。ここ 2,3 日ちょっと良くなってきた気がするぐらいの感じ。続きまして、あんまり触れたくないっていうかスルーしようかなとか思ったけど、この話題だけスルーするのもあれなんで。あきさん何気にスタイルいいですよね。何か管理とかされてますか？あきさんと同い年なのに出産後あれよあれよと20キロ増。あきさんはどうしてそんなスタイル良きなのですか？羨ましすぎる。とりあえずチップスター。痩せたいのに痩せないのはどうしたらいいん？お菓子はかきもち、飲み物はファンタで。こういうとこ完結、自己完結ですね。お後がよろしいようですね。質の良い一発芸を見せられた気分ですよ。もうこの方は幸せそうなんでこのままでいいでしょう。はい。ぜひそのまま突き進んでいただきたい。いいんですよ、痩せなくて。痩せなくていいと思います。いや、こう言うとこれはただのなんて言うんですか、マウント、嫌味とか捉えられがちなこと言ってるかもしれないんですけど、聞いてください。痩せてることってそんないいことじゃないと思うんですよ。秋はね今それをねめちゃくちゃ身をもって体感してるんですよ。言わしてください。45過ぎのね立場から言わしてもらいますよ。10代とか30代とかだったらまだね分かりますよ。でもね45過ぎるとねやっぱ一番なのって健康なんですよ。本当に今身に染みてるんですよ。スタイルいいとかねもうどうでもいいんですよ。私が欲しいのは今一番欲しいものなんだと思います？脂肪なんです本当このお後がよろしい飲み物ファンタのお姉様、秋があなたの脂肪を全部譲り受けます。それぐらい脂肪が欲しい。なんでかっていうとやっぱりねこれにしろ冷え性が原因になってるんですよ。多分なんかその冷え性によって体にね異常をきたした人しかやっぱ分かんない辛さがあるんですよ。冷え性にはこれが冷え性かみたいな謎のことにもなるし、でじゃあどうしたらね冷え性にならないかって言ったら、やっぱ脂肪がまんべんなくついてることでやっぱ服一枚着てるのと一緒じゃん。アドバンテージじゃん。脂肪ってアドバンテージじゃん。脂肪をまとってるだけじゃまだ冷え性にならないとは限らないんですけど、脂肪ってなんとここだけの話筋肉になるんですよ。筋肉欲しい。筋肉が大事なんだって。冷え性を解消するには筋肉が必要なんだって。体を温めるには、血行を良くするには。じゃあ筋肉つけようって思うじゃん。思ってるの今。筋肉をつけようって冷え性を治すためにね。で運動してるんだけど、筋肉って脂肪が足りない体にはつきづらいんだよ。脂肪が筋肉になるから。ムキムキマッチョになりたい人ってまず太るらしいの、最初に。つまり脂肪に蓄えてからそれを筋肉に変えるってこと。で筋肉に変えたら筋肉たちによってやっぱ体はね守られて、ムキムキな冷え性っていないと思うんだよね。多分知らんけどいや絶対いないでしょムキムキの冷え性。だからいいんですよ、スタイルとかどうでも。もし痩せたいと思ってるだったら、その人はまず脂肪をつけることから始めなければいけない秋よりは先に行ってるわけよって。もうその脂肪筋肉に変えるだけでいいんだよ。まず脂肪からつけなきゃいけないんだよめっちゃ大変じゃない？わかります？秋の心からの叫びを聞いてほしい。多分絶対首がもげるほどうなずいてる人いっぱいいると思う。そうだよねって、痩せなくていい、脂肪が欲しいよねって言ってる人いっぱいいると思うよ。多分言えない。なんか痩せてていいねって、羨ましいっ
嫌味みたいな言われちゃうから、痩せてる人って大きな声を上げづらいと思うんだよね。だから秋がここで皆さんの代わりに大きな声で言うときますわ。痩せてるからっていいことばかりじゃないと。脂肪をくれ、脂肪を。いやもうマジで脂肪があればこんなことになってないと思う。多分脂肪があるだけじゃダメだよ。もちろん運動しないとダメだけど、筋肉に変えるというね作業はしなきゃいけないけど、でもこうやってよし筋肉つけようって思った時に先立つものがないじゃんってなって、一旦ガクってなるっていうねプロセスを飛ばせるわけだから、脂肪は希望だよ。羨ましい。くださいその脂肪。伸びしろですよ脂肪は。どうやったら脂肪がつくかをちょっとコメントで教えてくださいね。マジで真剣に脂肪が欲しいんです今。で動画とか見てて12月1月2月3月とかになってきて、あれあきさんちょっとちょっとぽっちゃりしたんじゃないってなったら成功だと思ってください。ぽっちゃりしたんじゃないからのスレンダーになったんじゃないの時に筋肉に変わってるはず、その脂肪が一旦蓄えた脂肪が。よし頑張ろう。脂肪を筋肉に変えるプロジェクト指導します。だからまず脂肪のどうしたら効率よく脂肪をつけれるかをねコメントに書いてください皆さん。物の捨て基準ありますか？物の捨て基準か。ないね、その時のやっぱ勘で捨ててます。勘で捨ててるっていうとすごいいい加減な感じがするかもしれないんですけど、勘が一番頼りになるんですよね秋の場合は。いい加減とかじゃなくて、何言ってんだろう捨て基準ねないな。1年使ってないものとかそういうことだよね。いや全然ないな。インスピレーションで捨ててる。だからめっちゃ失敗するうわーって捨てちゃダメなやつじゃんってことは多々ある。日々の料理驚くほどやる気が出ません。わかる。あきさんが忙しい時に作っているワンパン系レシピぜひ教えてください。藤田香奈さんっていうワンパンの女王みたいな感じの藤田香奈さんのレシピ、ヤンニョム豚こまボール。これうまいこれ簡単でうまい、おすすめです。これよくやります。これワンパンメニューとしては書いてないんだけど、ワンパンでできる。袋でね混ぜて丸めてポンって置く感じ。概要欄に貼っておきます。あとよく作るのがワンパン鶏つくねね。これです。ワンパン鶏つくね、包丁いらず。もう藤田香奈さん究極の手抜きではないとは思うけど、やっぱ丸めるのとかもめんどくさいし普通にやるよりは楽かな。あきさんって私なの？どういうこと？私はあなたです。あきさんは何かやってみたい、挑戦したいと思う趣味ってありますか？挑戦したいと思う趣味？多分いっぱいあると思う。その趣味一覧みたいなの見せてもらったらいっぱいあると思うけど、今パッと思いつかないな。なんかやっぱ一個のものにハマってる時って他のものが見えにくいよね。そんな状態です今。つまり DIY と動画編集、そして YouTube 活動、この3つ以外のことは目に入りにくい状態なんです今。ここからちょっと外れた時にまた何かにハマるんだと思うふと何かのきっかけでポンってハマると思う。常に何かにはハマってるから、その次にハマるものが何かはまではちょっと分かんないな。なんだろうね。いい趣味あったら教えてください。ぶっちゃけディズニーとユニバどっちが楽しいですか？ユニバ。別にディズニーが嫌いとかじゃないんですよ。ユニバサイズ感がねちょうどいいなと思って。ディズニー広すぎくないですか？ちょっとキャパがオーバーなんだよな。計画とかあれ乗ってこれ乗ってとかするのって結局私じゃないですか。家族で行くとなったらね、それする気になれないんですよ。広すぎてでかすぎて。誰かに連れてってもらうならいいですけどね。ユニバその点ユニバ結構コンパクトじゃないですか。ディズニーに比べたら回りやすいし、なんか疲れにくいしいいなって。ハリポタとバイオが好きなので大のハリポタ好きなんでユニバかなって。ディズニー映画は好きですよ普通に。僕と同じじゃないか。アメリカ在住です。こじらせハウスの大ファンです。あきさんのルーティンが見たいです。一日のルーティンみたい。まずルーティンね。ルーティン見たい見たいか見たくないか別として、いやールーティンなんだ。お見せできるようなルーティンじゃない。あなたの朝の様子と一緒です。
まるっきし一緒です。皆さんの朝の様子をルーティンをね丸々こう10分の1倍速にした感じです。きっとそれぐらい寝起きは悪いですね。ゾンビみたいな感じで起きてきて、いや朝は弱いんですよルーティン的なね動画でちょっとネタを考えてて、純粋なルーティンではもちろんないですけど、ルーティンネタやろうと思ってるんでちょっと楽しみにしててください。この間夫が桜大根買ってきてくれて初めて食べました。桜大根って何？なんか美味しそう。それだけでも美味しそう。ピンク色なのかな。とても美味しくてドハマりです。あきさんは過去にハマった食べ物飲み物ありますか？1、2年前にタコスにハマって、毎週タコスの日があったんですけど、タコスって作るのめんどくさいんですよ。ハマってたからできました、その時は。今ね食べたいけど作る気になれん。タコミート作って、サルサ作って、ワカモレ作って、レタスちぎって、トルティーヤ焼いて、焼いてるそばからなくなってどんどん焼いてみたいな。いやいつ食べるの私ってなって、もう作るのやめちゃったんだけど、忙しくなったし。そのやってた時はタコスの食べ方みたいな動画を見ながら、もうメキシコ気分を最高潮まで高めて、もう缶ビール片手にタコテューズデーおーって言いながら食べてました、はい、なんのこっちゃ。これはですね、好きな YouTube チャンネルに入れ忘れてたんですけど、玄の炊事場さんの動画でね、君たちは本当のタコスを知っているかっていうめちゃくちゃかっこいいタイトルの動画があってね、その動画もめっちゃ好きなんですよ。ちょっと全員見てほしいな勝手にここに貼っとこうかな。サムネを勝手に出しとこうかな。この料理チャンネルで唯一登録してるのこれです。玄の炊事場、玄さんめっちゃ好き。南米を感じる感じも好きだし、音楽も好きだし、見てくださいこの動画。これを見ながらタコスを食べるとタコスが100倍美味しくなるのよタコテューズデーうーって言いながら食べてください。そんで他の料理動画も大好きですよ、玄さんのね。なんか好きなチャンネル総じて共通してるのが声が好きで、ウケツさんはちょっと別ですけど、ウケツさんも全然声好きですけど、本当の声じゃないからちょっとよくわかんないけど。あきさんどうやって献立考えてますか？でもうほんとそこなのよ。永遠の課題だよね、そこは。もうどうやって考えても考えてはないよ。組み立ててますかってことだよね、多分ね。ほんとみんなどうしてるんだよっていつも毎日思う。夕飯時になるとだって毎日だよって、すげえなみんなって毎日献立考えるの苦手です。作っても量が多すぎか少なすぎになってしまいますかわいいかわいいな、わかるな。でもそんなちょうどねなくなる量なんて無理なのよ。だからせめて少なすぎはちょっとかわいそうだからちょっと多めに作るかな。いつも40代育休中限界主婦ですちょっと待って、何が限界なのよ。大丈夫か。あきさんちの毎月の家計簿がどのくらいのものなのか覗いてみたいです。3人目考えているのですが、物価高もろもろ足踏み中なので背中を押してほしいです。考えてるなら行け行ってしまえ。大丈夫。その先のことは考えない方がいいと思います。もちろんね、否定勢もいっぱいいると思うんですよ。計画にね産むなみたいな、めちゃくちゃあるのは分かってるけど、いや産めばなんとかなるし大丈夫でしょ。大丈夫よ、じゃあっていうのが秋の本音です3人目を無計画に行った身としては、なんとかなるでしょ。この文章から察するにめちゃちゃんとした人だし、絶対いい人だし、そんなね人が路頭に迷うことは絶対ないと思うんでね、この素敵な遺伝子を増やすべきです。はい、持ってるもの見たら金持ちなんやろなと思うどの辺がどの辺がですかね。どの辺で思ったのかが知りたいな家計のやりくり知りたいです。家計のやりくりに関するね、お金に関する質問ですね。そうですね、家計簿ね。家計はね勘ですね。勘でやってます2文字で回答が終了してしまいました。勘です。勘でなんとかなってますね皆さんの呆れ顔が手に取るように伝わってきますよいやでも勘だもんな。もちろんね、全てのねモヘジの稼ぎと秋の稼ぎをね全て秋が管理してるわけないじゃないですかわけがないんですよ。モヘジのお給料が管
から毎月いくら分いくらもらってそこからやりくりするっていうやり方ですね。だからもへじの給料がその他の給料がどうなってるか一切知りません。とっても危険ですよねもへじ頼み、でも秋頼みよりはまだマシでしょうと思ってます。はい、しっかりしてそうなんで。いやどうかな、金遣い荒いもんな。さっきも届いたんで、ね、なんか勝手にいろいろなんかブラックフライデーだからかなんなのか毎日いろいろ届くんだよね怖っ。お金の管理に関してはね、もうやっぱ向き不向きってあるんですよ、どうしても。いや秋だってね、昔はね結婚してから今までの間に何度か試みたことはあるんですよ。ちゃんとしなきゃって思ってね家計簿アプリでこうレシートをねカシャカシャ取ってた時代もありますよ。あります。でもねやめました飽きちゃって続かなかったですね。何の意味があるんだろうってなっちゃって、まあ苦手ですね。本当お金の管理苦手かといって浪費家でもないので成り立ってると思いますね、多分ね。だからそのいくらか毎月これってもらった中ではみ出さず、カードとかは使えますけど、そう大きくはみ出ることなく生活費はですよ、臨時の買い物とかは除いてやってるから勘でね成り立ってるんだと思いますよ。浪費癖とかがもしあったら成り立ってないと思いますけど、ないんで別に必要なものしか買ってないし、はい、つまりですね、家計のやりくりは全部勘でやってます。なんかさっきあれやったな、さっきちょっと飛ばしちゃった気がするな。ストックね、ストックの管理も勘です全部勘なんですよ。ちゃんと管理しようとかね試みたことはもちろんあるんですよ、人生の中で。最初から諦めて勘で言ってるわけじゃないってことはちょっと知ってていただきたいです。いろいろ紆余曲折を経て勘に落ち着いたっていうことです。はい。しまった。少し前に長男くんがピアノ頑張ってるインスタのストーリー見たけど、あきさんはピアノ得意？じゃがりこ。じゃがりこだよ。秋はピアノ弾けません。エレクトーン習ってたんですよ。エレクトーン畑の人ってピアノが弾けないんですよ残念なことに。多少なら弾けると思う、練習すれば。ピアノってね硬いからね弾けないんですよね。カラムーチョ辛い。いつも夫婦の会話がとっても面白いんですけど、なぜモヘジなんですか？モヘジって響きも楽しいです。モヘジっていうのはですね、この秋が描いたこのイラストを見ていただくとはいわかると思うんですけど、へのへのモヘジってなってるでしょ、顔がへのへのモヘジ、そこからですね、へのへのモヘジにしたれと顔をね。じゃあモヘジでいいじゃん名前もっていう、そういう安易なノリでつけた名前になります。で最近知ったんですけど、モヘジっていう食品会社があります見つけた時めっちゃ笑いました。モヘジ株式会社みたいな感じの DIY の方と合わせて大好きなチャンネル、あき姉ちゃんと呼びたいです。呼んでくれ。あき姉ちゃんってアキネーターみたいだね、なんかねランプの魔人みたいな。あき姉は今でも室内植物に憧れはありますか？実は私自身万物を枯らすグリーンキラーグリーンキラー仲間でだったのですが、たまたま技師が分けてくれたポトスの切り差し水耕栽培がなぜか生き延び繁栄してくれて、人生初のグリーンライフに癒されてます。握手したのに早々な裏切りとか言っちゃダメだ。早々な旅立ち旅立っていかれたグリーンキラー街道からね一歩抜け出したんですね。おめでとうございます。いや秋も早く抜け出したい。好きなお菓子、無印の蜂蜜練り梅。蜂蜜練り梅はあります。練り梅って美味しいのかな美味しいこれ。憧れはあります。スタップ細胞はあります。憧れるに決まってるじゃないですか。秋はね魔女の宅急便のキキの実家みたいな家に憧れてるんですよなんかよ
くわからないごちゃごちゃした緑の感じ、ごちゃっとしてるけどなんか緑でおしゃれな感じ、緑とかいろんなね花が飾ってあってみたいなね、対極に進んでいってるのは分かってますけど一応あれに憧れてるんですよ。ドライフラワーとかいっぱい吊るしてる感じのお家とかもいいなって思うし、まあでも風水的に良くないとかも言いますけど、よくわかんないですけど、その辺は風水抜きにしたらね全然好きなんですよ、ああいう感じ。この前も新築のねめっちゃくちゃおしゃれなねお家にねお呼ばれして行ったらありました。おしゃれな部屋あるあるウンベラータ、憧れのウンベラータがねドーンって置いてありましたよ、当たり前のようにすごいね、キープできるのすごいねっていう話をしてたんですけどね。やっぱおしゃれな家に住んでるおしゃれピーポーって、いや何もしてないよって言うんですよね何もしてなくてもね勝手になんか育ってるよみたいな言うんですけどね、絶対何もしてないわけないんですよ。何もしてなかったら枯れるもんだって、それは分かってる。何もしてないわけねえんだよ、ふざけんなよ。せっかくなんでねせっかくなんでちょっと切れ味鋭い系コメントも紹介していっていいですか。温かいコメントの中にね見つけてしまいました、2件の切れ味鋭い系コメント、毒ってほどじゃないんでね、はい全然いいんですけどね。はい、1件目、逆にどうやったらこんなに汚せるのか教えてほしい。絵文字も何にもないシンプルなねコメントいただきました。逆にどうやったらこんなに汚せるのか教えてほしいということでね、お教えしましょう。多分前回の動画のね廊下とかね洗面所の汚さについて言ってるんだと思うんですけど、部屋の散らかりというよりは廊下とか洗面所ですね。そうですね、気づいたら掃除スルーし続けて1ヶ月ぐらい経つとあんな感じになります。つまりどうやったらあんなに汚せるかっていうと、1ヶ月掃除機かけないでください。そしたらああなりますと。これでよろしいでしょうか。次ですね、2件目、お子さんも含めて誰一人片付けができないんですね。わらわら。くさーリンダ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 。晩酌は毎日何時から？晩酌したい今ね禁酒してるんですよ酒を断ってるんですよ私。飲んでた時は普通にキッチンドランカーですねいや嘘です、そこまでじゃないけど、料理を作るやる気が出ない時はもうどうしても作りたくない時は飲みながら作ると、それをねガソリン飲みながらエンジンかけながらね作るっていうのはよくあるあるあるです。そうでもない時は夕飯と一緒にですね晩酌ですね。はい、質問コーナー終わり。こちら編集中の秋です。まだこんなにカテゴリーが残っているのに、すでに1時間近い動画になってしまいました。ここまで視聴してくださり本当にありがとうございます。この調子であと1本にまとまるのか2本になるのかまだ分かりませんが、とにかく雑談会まだ続きます。次回もお楽しみにしていてください。じゃあね、バイバイ。Delle belle trovando a riposo, oggi situato giro d'amor. Delle belle trovando a riposo, oggi situato giro d'amor. Fra guerrieri può far bacco